さんこんにちは、あここです。今日はですね、次の作品を作るために発注した刺繍糸が届いたので、私がいつも普段やっている刺繍糸の収納方法をご紹介してみようかなと思っています。今回の使おうと思ってるのがこのなんていうんですかね、コーラル系だったりオレンジとか、そうですね、こういった刺繍糸を使って今よいしょ、このまだ途中で糸がなくなっちゃったので途中なんですけど、桃ですね、桃みたいな果実を刺繍しようと思っているので、これに使う糸、あとはちょっとさっきたまたま刺繍の箱見てたらまだ負けてないやつがあったので、これも合わせてやっていこうと思います。で、刺繍糸普段どんなの使ってるとか、そうですね、そういった刺繍糸にまつわるお話とかも一緒に合わせてしていけたらいいなと思っているので、よかったら最後までお楽しみください。こちらがですね、私がいつも刺繍糸を収納しているボックスになります。これはあれですね、無印さんで購入したアクリルボックスになります。私はアンティーク系の家具とかが好きなので、最初はそれこそアンティークのこういう引き出しがいっぱいついてるボックスも検討したんですけれども、刺繍糸の収納に関してはですね、だいたい何色がどこに入ってるかとかを見れた方がいいかなと思ったりとかして、クリアなねボックスを探していて、一番こうシュッとした語彙力がなさすぎてあれなんですけど、シュッとしたねものを探していたら、この無印さんのボックスが一番こうインテリアにもあまりこう響かずに収納できそうだなっていうふうに思って、こちらのボックスを今も使っています。で、これ多分ここで一つですね。そうで、この一つで1234566個の引き出しがついてるやつを1234つ並べて、やっている感じです。はい。で、この左2列が、刺繍糸で、右2列はこういったなんだっけ、ボビンでしたっけ、このねくるくるの語彙力がちょっとなさすぎてあれなんですけど、この巻きされてる糸が右側についてます。私はリュネビル刺繍っていうかぎ針を使った刺繍もしますので、この2パターン2種類の、糸を用意していて、でこんな感じでね、色別でピンク、紫、ここはブルーですね。でグリーン系、グリーンが結構多いし、あと次に多いのはブラウン系ですかね。ブラウン系が結構、なんでこんなに溜まってんだろうっていうぐらいある。で黒とか、これ白と、あとはこれはあれですね、使い終わった刺繍糸の、私がいつもこの木のフォークに糸を巻いて収納してるので、これはもうなくなったやつをすぐわかるように、この白の中にまとめています。で、一番端っこは端切れというよりか、端切れじゃないな、糸の端切れなんだろう、もうちょっと余ったやつとか使っていて、ちょっと余って、ででも捨てるまでもない、なんかちょっと縫いたい時とかに使える系の糸の端っこシリーズをここに入れています。というわけでですね、今日新しく着た刺繍糸も、木のフォークに巻いていきたいなというふうに思っています。ちょっと長丁場になるので、水なんかも飲みながら、やっていきたいと思います。
で今はですね、平日の朝8時ちょい過ぎなんですが、子供が小学校に今年から入ったので、その登校班について行って、で帰ってきたら、まあそうですね、会社の本業の会社の始業開始の時間まで在宅勤務なので、その間の時間を、有効活用できたらなと思っていて、まあ、こういった創作活動とか、まあ、発信活動のいろいろこういう YouTube 撮ったりとかっていうのも、この時間にやってたりします。はいですね。でこれがさっき言った通りで今作ってる新しい作品で、これがその図案です。ちょっと本当はもうちょっとなんかラフというか、なんだろう、時間をかけないで作る刺繍にするつもりだったんですけど、なんかデザイン描き始めたら大層なことになってしまってこれちょっとだいぶ時間かかりそうだなと思いながら、まあ、他の作品とね一緒に進めていきたいと思います。ちなみに今もうすぐ完成しそうなのがこちらですね。こちらもまたメイキングを YouTube にまとめようと思ってるんですけど、ヤドカリさん、引っ越しする貝殻を探しているヤドカリさんの刺繍が間もなく完成しそうなので、はい、次の作品の準備をしているという感じです。で早速ですけど、この木のフォーク使ってやっていきたいと思います。今日は1234567891011色あって、でそのうちの一つがもうフォークはできてる、もともと持ってた糸なのであと10本かな。夢は全色揃えることですねよいしょ、12345。はい、じゃあやっていきます。ですね、まずはその私はこれですね、ペンにまず色目を描きます。ちょっと寄せさせてもらって、私がよく使う刺繍糸は、メーカーさんは DMC さんですね。 DMC さんの25番糸をよく使っています。25の967、そうですねなんか DMC さんじゃなきゃ嫌だっていうわけじゃないんですけど、私が刺繍をもともと始めた時にいろいろ調べてみて、どんな糸がいいのかなとか調べた時に、その DMC さんは発色がとにかくいいということで、まあ初めての刺繍だったし、よくなんかね、どういうのがしたいとかいうのが明確にあったわけじゃなかったので、じゃあまずちょっと DMC さんの刺繍糸を使ってみようって思って使い始めたのがきっかけですね。でまあなんか確かに色も綺麗ですし、鮮やかな色はね特にお得意なのかなっていうふうに思ってます。でも最近は少し他のメーカーさんの刺繍糸もやってみたい、使ってみたいなっていうふうに思ってるので、オリンパスさんとかコスモさんとかはもうちょっとこうまろやかなカラーですよね。まろやかな優しいふんわりしたカラーが得意なコスモさんとか、ちょっといろんなメーカーさんの糸を使えるようになると作品の色の幅も広がるなと思っているので、ちょっとねいろんなメーカーさんの糸を挑戦してみたいなっていうふうには思ってます。で刺
繍糸初めての方とか買っていただく時におすすめなのはやっぱりメーカーさんの糸を、買っていただくのがいいかなと思ってます。なんかね、100均にもあるのでいいんですけど、結構100均の糸はコツが必要というか、少しねやっぱ粗い部分があったりして、こう縫ってる時の滑りが悪かったりすると、特に初めての方とかだとなんかそれが刺繍のハードルになっちゃうといけないので、個人的には、DMC さん、コスモさんとかそういった、メーカーさんの糸はやっぱスルスルっと縫いやすいっていう特徴があるのでおすすめですね。最初からなんか何色も揃える必要はなくって、本当に刺繍は一色で作ってもすごく可愛くできるものなので、よかったら参考にしていただければと思います。よいしょ。こんな感じですね。はい。じゃあちょっとこれを巻いていきます。私がですね、刺繍糸を巻き始めたのは、絶対に刺繍糸をこう収納しなきゃいけないってわけではないんですよね。そう。で、ただ、その使っていくうちに刺繍糸ってこういう紙で固定されてると思うんですけど、そう、紙が、糸が減っていくとどんどんこう緩まるというか、スカスカになって抜けちゃったりとかすると、あれこれ何番の糸だっけってなっちゃったりとかするっていうのもあって、やっぱ何かしらにこう収納した方が個人的には使いやすいかなと思ってます。で、いろんな本当に収納方法があるので、それこそね、ネットとか YouTube とかで見ていただくと、いろんな方法で収納されてる方いると思います。で、私もなんでフォークに巻きつけたんだろう、なんかいろいろ調べてて、でやっぱりこう見た目にも可愛いと個人的にテンションが上がるっていうのもあって、そう、三つ編みの方法とかにいろんな方法、クリップにね、私も少しだけクリップにつけてるやつあるんですけど、クリップに巻く方法とか、手縫い糸みたいな感じでこう板っていうかね、厚紙みたいなのに巻きつける方法とかいろいろあるんですけど、なんかこう細長くて収納しやすくて、かつなんか何回も使えて、で見た目も可愛いといいなっていうので、ピンタレストかなで海外の見てたのかもしれないです。もしかしたら海外の方でやってたのか、何かを見ながらひらめいたのか、ちょっともう記憶が定かではないんですけど、そう、木のフォークに巻いたら可愛いじゃん、パスタみたいでって思ってやり始めたんですよね。でやってみたら結構個人的にはこれがヒットして、結構ね理にかなってるんですよ。ここに巻きつけて、で使いかけのやつとかをこの先端のところに巻いておくと、そこから使えたりとかして、そうなんですよ。意外といいんですわ。でこの巻くときはあんまり私几帳面にというかせっかちなので、本当にあんまりそんなすごい綺麗に巻いてる感じではないんですけど、なんか巻いていくうちに結構こう綺麗になっていくので多分大丈夫です。ちょっと手間っちゃ手間なんですけど、できた時の可愛いっていう感じと、あとはやっぱなんだかんだこの巻かれてる方がいろいろ使っていくうちには便利なので、これはね慣れですかね、わかんないけどあんまり深く気にしすぎず巻きしています。でこの私は刺繍糸のパスタ巻きと呼んでいるんですけど、このパスタ巻きのデメリットとしては、
糸を使う時にこうね、取り出すと、若干こう巻いた跡がついているというか、縫ってしまえばそんなに気にならないし、私もそんな気にしないんですけど、例えばこうですね、これもうすでにしばらく巻いてたやつとか、こんな感じでこのね巻いた跡があったりするので、こういうのが嫌な方はやめといた方がいいかもしれないですけど、私はもう縫うことにしか使わないというか、これをねタッセルとかで使うとかいう場合だと、もしかしたら三つ編みとか別の方法が良いかもしれないですけど、私はこの方法でやっています。もし綺麗に巻きたければですけど、こんな感じで、隣の糸にこう並べるように丁寧にこう横に整列するようにで、ちょっと離れちゃったら軽くこう押すと整列してくれるので、はい、これを丁寧にやっていくと結構ね、綺麗に巻けるとツヤツヤになるので、それも結構テンション上がりますよね。今日はちょっと、もうすぐ会社の仕事も始まることもあって、そんなに時間をかけられないので、急ぎ目でやっていますが、綺麗にやりたかったら、そんな風にすることもできます。ちょっと裏技なんですけど、この刺繍糸を膝に挟んでやるとちょっと絡まりにくい膝にね挟みながらやると絡まない。なんかスルスル抜けてくるし、途中で絡まないし、これはいいかもしれない。これちょっと新発見ですねめっちゃ犬が吠えてます。これいいな。やっぱ日々成長ですね。試行錯誤しながらね、より良い方法を見つけていくという。めっちゃいいなこれ。ちょうど刺繍糸って一本の糸なので両端に端があると思うんですけど、抜きやすい方向があるんですよね。ちょっと待ってくださいね。これは完成しました。そうお見せすると、よいしょ。刺繍糸って端っこがあるんですけど、多分こっちにも端っこがあるんですよね。で、引っ張ってみて、こうスルスル抜ける方向、どっちかの端っこがスルスルこうやって絡まらずに抜ける方向があるので、そっちを持って膝に挟んで、グレーのスカートなのにグレーの糸でやって全然わかりにくい。そう、糸に膝に挟んでやるとスルスルいけますね。これは発見だ。私も刺繍糸って6本で1個にまとまってるんですけど、それを1本取りしたり2本取りしたり3本取りしたりするんですよね。で、その時にやっぱその糸を6本から3本とかに分ける時に絡まったりするんですけど、その時もね、膝に挟むとすごい裂きやすいです。これは他にもやってる方いたらぜひ教えてくださいはい、こんなねちょっと裏技も混ぜながらやっております。
きました。できた。かわいいものに使っていきたいと思います。